コンケイクです。今回のテーマは、あなたの周囲からの印象です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、チャンネル登録、高評価、そして動画の共有をお願いいたします。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の周囲からの印象ですけれども、あなたはですね、すごくしっかりしている人っていう風に見られているというところがありまして、それでいて、その部分で信頼できるし、これから大事な人間関係としてあなたといろいろとちゃんとですね、関係を築いていきたいというふうに思ってらっしゃる方が多いのかなという感じです。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。では過去ですね。こちらがソードの4の正位置です。静かに休み体勢を整えた時ということで、過去はお疲れモードだったっていうことですね。実際に例えばお仕事とかで休職されてたとか、そういうこともあるかもしれないし、別にそういうわけじゃないけれども、気持ち的にね、やりたいことだとかそういったところをお休みしてたとかいう部分があったのかもしれないですね。で、その中から今後は未来に備えていろいろしていたっていうことなので、そうですね。準備期間っていうことですよね。ということで、無理はしないっていう風にね、動いておられたのかなと思うので、それはね、良いことだと思うんですよね。あなた自身が無理をせずに、しっかりと体だったり心だったりを休めて、そこから、よし、次に行くかっていう風にね、動いていけてるのかなと思うので、そのね、あなたの自分自身を守っていくっていうね、そういうやり方っていうのはすごく素敵なことだなと思います。では現在ですね、こちらがソードの9の正位置です。今、傷つきやすい時ですね。そうですね、傷つきやすい時なので、普段だったらなんてことない言葉をかけられたとしても、今はすごくね、それが自分のメンタルにダメージを受けてしまうとかですね。なんか失敗してしまうなとかですね。負のループって言ったらいいんですかね。そういう部分があるのかもしれないですね。そうなってくると、どうしても打ちひしがれてね、心が落ち着かないから、やる気をどうしても失ってしまう。それはね、もう無理はしなくていいです。過去に続いてね。過去から準備期間っていうことで、じゃあ動いていくかっていう風に今なってるのかなとは思うんですけれども、まだ今は慣らしの期間だと思って、無理に焦らずに動いていく必要はないのかなと思います。一歩ずつね、前を進んでいければいいとは思うので、そう今もまだね、気持ちとかがね、落ち着いてないなって思われるんであれば、そこはね、もうのんびりペースで全然いいと思います。もちろんね、過去のようにちょっとね、また休むかっていう風に戻っていってもいいと思いますし、そこはね、ご自分自身をまず第一に優先してもらうのがいいと思いますね。ただそういうあなたを見ていて周囲の人はどう思ってるかっていうのが、どんな時も冷静だと思われているっていうことで、ということは、あまりあなた自身が焦ってるだとか、落ち込んでるだとか、そういった部分が見えてきてないのかもしれないですね。表面上はあなた自身がすごく冷静になんか何事もいろいろとやってらっしゃるなっていう風に見られてるというか、それだけあなた自身がいろいろできる方なのかもしれないですね。それによって周囲の人はすごいなとは思ってらっしゃるとは思うんですが、でも根本的なあなたのその気持ちだとかそういった部分にまだ気づけてない気がしますね。では、あなたの状況ですね。こちら、
現在と大体関連するような感じになってくるんですが、ソードの8の正位置です。不自由な状況ですね。それだったら、やはり無理してどんどん進めていくぞっていう風にしなくていいと思いますね。で、そういう状況なので、はっきりと他の人、他者にね、意見を言えないっていうところがある。自分自身がね、今傷つきやすいからっていうのもあると思うんですよね。言ってしまって、その後に返ってくる言葉が何なのかって思ったら怖いっていうのがあるのかもしれないですね。それで自分の意見あるとは思うんですが、それを表に出すのが難しいなって思ってる状況なんでしょうね。これはね、本当に言えないと思ったら、それをあえて言う必要はないとは思うんですが、でもね、こういった部分っていうのは、どうしてもね、自分自身がね、気持ちによって自分を縛っているっていう部分もあるので、もしも何かこう、自分、もうちょっと前を向きたいぞっていうふうに思われてるのであればですね、自分が自分でいろいろと先に考え込みすぎてしまって、それによって本来はもっといい未来になるかもしれないのに、それを自分がなくしてしまってるっていう可能性もあるから、そういう風に考えながら動いていくのもいいと思いますし、もちろん、先ほどお伝えしたように、無理はしないで、今は習しの期間だと思って、ちょっとずつやっていく。一歩進んだら少し休む。一歩進んだら少し休むっていう風にね、してもらってもいいんじゃないかなと思いますので、これはね、あなた自身が自分でお好きな方、やりやすい方で選んでやっていってもらったらと思います。では未来ですね。こちらがペンタクルの10の正位置ですね。誰かから受け継いだスキルによって成功を勝ち取ったり、ますます豊かになっていく状況っていうことですね。ここはかなり周囲の人からの援助といいますか、あなたにスキルだとか技術だとか、まあ技術続ける一緒ですね。あなた自身に分け与えるよっていうものがね、たくさんあるのかなと思いますね。そういったところを人からもらいながら、あなたが成長していける。さらに成功も勝ち取っていけるということですね。で、自分の生活だとかそういったところが豊かになっていくっていうことで、だいぶね、明るい兆しになってまいりましたね。そういった、あなた自身がね、順風満帆な時期っていうのは、やはりね、周囲の人たちも、そのあなたの安心してる様子だとか、満足してる様子が目に見えやすいのかなと思うので、それによってね、あなた自身のその明るいところだとかね、明るい姿を見て、あ、この人だったら信頼できるなとね、大切な人間関係をこの人となら築きたいなとかね、そういう風に印象としては持ちやすいっていう感じですね。明るい表情といいますか、何かこうついてるなって思ってる時ってね、周囲の人もね、感じ取りやすいっていうのはあるのかもしれないですね。あなたの場合ね、もともと冷静な感じだなっていう風に見られてるっていうのがあるので、未来ではよっぽどね、嬉しいなっていう風にね、気持ちが溢れてくるのかもしれないし、結果として出てくるっていうのがあるので、その結果が周囲の人たちにもよくわかりやすいっていう部分があるのかもしれないですね。そういったあなたの成功体験ですよね。そういう部分に惹かれる周囲の人たちがいるっていうことです。では周囲ですね。こちらがソードの7の逆位置ですね。助けの手を差し伸べてくるっていうことでですね。悩み相談にも乗ってくれるような感じっていうことで、これがね、未来でそもそも誰かから他者から受け継いだものっていうのをしっかりあなた自身が手に入れて、それによって成功していくっていう道ができていくので、周囲の人もそういう人がいるっていうことですよね。当たり前といえば当たり前なんですけれども、どれだけでもあなたにいろいろと
協力しますよ、助けますよっていう風に動いてくれる人がいるっていうことですね。で、あなたが困った時にしっかり悩みにも乗ってくれるし、それの上で有益な情報も交換できるっていうことなので、すごくね、ウィンウィンな関係ですよね。あなたと周囲の人っていうのがね、すごくバランスのいい仲の良さというか、良好な関係を築いていけるっていう感じです。すごくね、未来においては、人間関係においても、あなた自身の動く方向っていうのも明るい感じです。それでは最終結果ですね。ワンドの2の正位置ですね。目標を無事に達成することができます。これは良かったです。今までのね、その過去から現在においてが、ちょっとね、しょんぼりしてしまうというか、自分の中の気持ちがね、落ち着かない、なんか辛いなーって思う時もあったかもしれないんですけれども、そういった部分がしっかりと取り払われていって、前向きな方向に進んでいくことによって、しっかりとね、あなたの自分が行きたい場所といいますか、目標ですよね。そういった部分をちゃんと得ていけるっていうことですね。それによって自信も芽生えますし、新たな願望も生まれるっていうことで、ただね、ここで終わるわけじゃなくって、あなたがこれからますますね、成長していける、もっとより良い運を持っていくように、自分が努力をしていけるような、そういった道筋が見えてくるのかなっていう感じですね。すごくいい感じですね。そういった部分を見てると、周囲の人っていうのはね、この人はすごい成功している人だと。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、そういうね、目に見えたものっていうのが、もっとね、未来よりも見えてくるので、そういった成功ができる人、だから将来性はあるっていうことでね、そういった人っていうのは、上を目指して頑張ってるんだなっていうふうにね、すごく頑張ってらっしゃるんだな、しっかり自分のことを分かってらっしゃるんだなっていうふうにね、尊敬の気持ちに近い印象っていうのをね、持たれるっていう部分がありますね。最終的にはね、もっともっとね、いろんな人から慕われていくような感じがします。では助言ですね。こちらがカップのナイトの逆位置です。望まない関係は解消してください。自分の意思を大切にしましょうということでね。すごくね、あなたの周囲の人っていうのは良さそうな人がいらっしゃる。それはね、間違いないとは思うんですが、でもね、その中でもどうしてもね、あなたにとってはね、損にしかならないというか、悪い影響しか与えないような人も出てくると思うんですよね。成功している人のところにはね、もちろんそういったポジティブなね、感情を持った人たちっていうのも多く集まってはくるんですが、その反面ね、いろいろと利用してやろうとか、ネガティブな気持ちを持って近づいてくる人も一定数います。そういった人たちを見つけたときは、しっかりね、関係を解消してもらうのが大事と思いますね。もしも、今段階でもね、きっとね、あなた自身、すごく傷つきやすいっていう部分もあるので、でもそこはね、今こういう時期だから、本来だったら、その人の言葉だって全然気にならないかもしれないので、ちょっとね、そこは様子は見る必要はあるのかなと思うんですけれども、その中でももう絶対無理っていう人もいるかもしれないので、そういう人とはね、もう関係を築く必要はないっていうことですね。望まないものっていうのは手放していきましょう。で、ご自分の意思っていうのはしっかり持って、それでいて動いてもらうっていうことがね、いいのかなと思います。目標がね、しっかりできていくっていうところで、達成していけるっていうことは、ご自分自身のね、意思っていうのは、強い方向に行くんだろうとは思うんですけれども、それでもね、助言の中に出てきたっていうことは、あなた自身、改めてそこをね、しっかりと強くね、思っていただければいいのかなと思いますね。では、オラクルカードですね。こちらが宇宙、ユニバースなので、銀河っていう可能性もありますね。私たちはすべてただの星屑です。なんかこれだと、すごく星屑って思っちゃうかもしれないんですけれども、そういうことではないですよね。宇宙、広いし、銀河ね、いろんな星がありまして、どの星もね、ありますよね。
輝かない星もあるし、輝いてる星もあるし、それぞれの星っていうのが、あなた自身にとっての星っていうのもあると思うんですけれども、それでね、他人と比べて自分はダメなのかもしれないって思う時があるかもしれないんですけれども、広い宇宙から見れば、どんな人だって、小さな星屑であるということですね。誰も彼も変わらない。比較したところで、あなたができることは、またその人にはできないと思いますし、あなた自身が輝ける星の輝かせ方っていうのがね、必ずあるはずなので、そういった部分に注目してもらうといいと思います。では、ルノルマンカードですね。こちらが怒りです。あなた自身は、これまでに出てきた部分と被る部分ではあるんですが、しっかり者だと思われていると。いろいろとやり遂げられてる方なんだろうなと思います。だからこそ冷静に見えるし、しっかりとしてらっしゃる風にね、見える。それが時々ね、周りの人からはね、落ち込んでるように見えなかったりとか、そういう部分もあるかもしれないけれども、でもね、ちゃんとあなたが言葉でね、悩んでるんだっていう風に伝えれば、それを受け止めてくれる人もいるっていうことがね、分かったので、そういうところをね、大事にしてもらえばいいのかなと思います。あなたを信じてる人がいますということでね、あなたに信頼を置いて、いろいろと、助けたいとかね、協力したいとか思ってくださる方もいるし、そういう風な人たちとの関係も築いた中で、ちゃんとね、流れが安定して、順調に進んでいきますよっていうことです。で、あとはね、このまでにない助言となると、現実をベースに考えましょうっていうことでね。時にはね、ものすごく大きな目標だとか夢を持つことは大事なんですけれども、今自分自身がこの状況で何ができるかっていうのをね、考えてもらう。その中で目標をしっかりと小さなものからでいいので立ててもらって、そうやって積み上げていくと、結局ね、大きな目標に変わっていくっていう部分があるので、まずはね、コツコツと進めていくっていう風にね、してもらったらいいと思います。そうですね。あなたの場合はね、ちょっと前半部分がスローペースな感じですよね。あなた自身も少しね、気持ち的にもね、乗り気になれるような感じではなかったので、そういったところで、自分自身が無理をしないままやっていくか、それか自分がこう不安に思いすぎてるから、もうちょっと自分自身のちょっと鎖を解いてみるかっていう風に動いてみるか、それでね、またやり方それぞれ変わるとは思うんですけれども、結果的にはね、自分自身の本来のね、目標っていうのにね、たどり着くことができますので、そういった中で、あなた自身のことをですね、慕ってくれる人、信頼している人っていうのもね、ちゃんとおりますのでね、よろしければこちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の周囲からの印象なんですけれども、あなた自身があまり周囲に心を開けるタイプではないんですかね。周囲の人たちはあなたの本当の気持ちが見えてこないなっていう風に思ってるところがあって、うまくね、付き合っていきたいなとは思ってるんですけれども、どうしたらいいんだろうなっていう風に思ってる部分もあるんですが、これからね、ちょっと印象が変わってきそうな感じです。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。こちらはカップの9の正位置です。望むものを手にして一度心が満たされている状況っていうことでですね。過去はね、とてもいい運気だったというか、ご自分自身が何かこう、得たいなって思ったこと、そういったもの、目標ですよね。そういった部分に手が届いたっていうところがあるのかなと思いますね。それが影響するからこそ、素直に喜んでいた時期っていうことですね。
とても嬉しいなーっていうふうにね、思っていたっていうことでね、それ自体すごくいいことだと思いますし、過去の思い出としてね、これからも大事にしていただけたらなと思います。もちろんね、そうやって得たものっていうのはね、これからもね、しっかり役に立つこともあると思いますから、これをね、しっかりと今後にね、うまく使ってもらえたらなと思いますね。それでは現在です。こちらがペンタクルのナイトの逆位置ですね。足踏み状態の運気ですね。ちょっとね、過去のその一旦嬉しいなって思ってた時期からは、あれってなっちゃうかもしれないというか、実際今あれってなってるのかもしれないですね。今、自分自身がすごく頑張ってたりね、努力っていうのをしてらっしゃると思うんですが、方向性が違うのかもしれないですね。うまいこと、その自分の努力と実際の結果っていうのが噛み合ってないというか、あれこれだけやったんだけどなーっていう風にね、自分のやってる分よりも戻ってくるものが少ないのかなっていう感じがしますね。まだまだ、あれ足りてないのかなっていう風に思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そんなことはないとは思うんですよね。ただ、うまいところに噛み合ってないっていう感じがするので、そこをシフトしてもらうといいのかなっていう気はします。ちょっと一旦立ち止まってもらって、方向修正してもらうと、自分の頑張りっていうのがね、うまく勝ち合う道っていうのが出てくるのかなっていう気はしますね。そういったところで、どういうふうにあなた自身が思われているかっていうとですね、すごくこだわりが強い人と思われているっていうことでですね、あなた自身のあれじゃない、これじゃないっていう風にね、頑張ってらっしゃる姿っていうのがですね、あ、これだけこの人はいろいろと自分で考えてるんだなっていう、こだわりが強いんだなっていう風にね、思ってらっしゃるのかなっていう感じですね。これはね、良い印象とも取れるし、悪い印象とも取れるし、そのあたりはもう周囲の人それぞれの考え方で、こだわりのある人いいなって思う人もいると思いますし、こだわりが強すぎてちょっと近づきにくいなって思ってらっしゃる人もいるかもしれないし、もうそこはね、それぞれの印象っていう形になると思います。大きく言うとそういう感じに見られてますよっていう風にね、思っていただくといいのかなと思いますね。では実際あなた自身がどういった状況、現在と関連して、カップの6の正位置です。そうですね、これはね、どちらかというとヒントになるのかなっていうところなんですけれども、過去の記憶とか経験とかから自分自身が思い出していって、そこの体験談とか経験そこからやっていくとうまく流れが変わるかもしれないなっていう感じがするので、一旦自分の経験してきたこと、やってきたことっていうのを見直してみるっていうのもいいかもしれませんね。これまでに手にしてきたことですね。そういった部分で今、うまいこと噛み合ってない部分をかっちりとね、噛み合うようにしてくれる鍵があるのかもしれないので、そこをね、過去からヒントを得ていくっていう風にね、していただくといいと思います。では未来ですね。こちらが忍者の逆位置ですね。人目を気にしすぎているということでですね、いろんな要因があるとは思うんですけれども、あなた自身がその顔色を伺って、どうしても動きがちな部分が出てくるのかなっていうところがありますね。そうですよね。なかなかね、こうやって占ったとしても、他人の気持ちはその場で見えるわけじゃないですからね。だから、自分がこう思ったんだけどっていう風な伝えたことが、その人にちゃんといい風に伝わってるかとかね、なんか悪い印象を与えてないかなとかですね、嫌な気持ちにさせちゃったかなとかね、ついつい考えちゃうと思うんですよね。エスパーじゃないですからね、みんなね。だから、あなた自身もどうしてもね、そういった部分で、その心の内がね、わからないから、いろいろと考え込んじゃうっていう時期になってしまうっていうことなんだと思いますね。た
だ、この時期はですね、自分が失敗したことに再挑戦するチャンスがあるので、そこはね、やっていっていいんじゃないかなと思います。自分自身の今までうまくいかなかったことそれが現在にある足踏み状態のものっていう可能性もあるし、過去はね、うまくいってた部分はあったけど、それよりもっともっと前にね、あなた自身が一度失敗してしまったとかね、うまくいかなかったから、これはちょっと置いとこうかなって思っていて、放置してしまっているものとか、あるかもしれないですよね。そういったものにもう一度再挑戦してみるっていうね、そこがタイミングとして訪れるっていうことなので、ぜひね、そこは動いてみてほしいなと思いますね。で、そういった部分で、周囲の人がどういうふうに考えているかっていうのがですね、あなたの本当の気持ちがね、見えてこないっていうことで、あなたが人の目を気にしすぎている、他者の気持ちがわからないよっていう風にね、思っている時期に、周囲の人もあなたの本当の気持ちがわからないっていう風に、なんかお互いにね、心の内を探り合ってる状況になってらっしゃるっていう感じですね。全部を全部ね、言う必要はないとは思うんですよね。本音で話すって言ったって、全部をね、言える信頼関係があるのかって、それぞれね、個別に違うと思うのでね。ただ、言えるところは言ってあげてもいいのかもしれないですね。あなたがどう思ってるかっていうのを伝えることによって、その周囲の人たちも、あ、この人はこういうふうに思ってくれてたんだっていうふうに心を開いてきやすいんですよね。まず自分が本音を話す。すべてじゃなくてもいいけど、一部でもいいけれども、こういう風に思ってるんだよっていう風に言ってもらうと、安心して、向こうも自分自身の本音を話しやすいとか、そういうところはあるかなと思うので、まず、あなた自身が動いてみるのも一つの手かなと思いますね。まずあなたが話してみて、その人の言葉を待ってみるっていうのでね、やってみるのも一ついい方法かなと思います。では周囲ですね。ワンドのクイーンの逆位置ですね。やっかみが強い人っていうことで、ちょっとね、嫉妬深い、あなたに対していろいろと暗い気持ちっていうのを持っている人もいらっしゃるようですね。でそういう人は自己中心的な部分もありますよね、もちろんね。そういう人には別にね、触るな危険という感じでね、触れる必要もないのかなとは私は思うんですよね。本当に必要なことだけ話すで全然いいと思いますし、あなたのことが羨ましいからこそ、こういう風になっちゃうんだと思うんだけれども、それをね、攻撃的な行動に変えてしまうとか、そういうタイプだったら困っちゃうので、そういう人からはね、できるだけ、距離をね、置いてもらうのが一番、私としては最適解かなとは思うんですよね。なんとか分かり合えるだろうと思ってね、話し合うっていうことも一つね、方法としてあるんですが、人間関係だからね、いろいろとやり方はあるんですが、でも、この人の場合はね、ちょっと自己中心的な人っていうことなので、自分が自分がっていう風に、結局自分の意見しかね、言わないし、あなたの意見を受け入れてくれる感じではなさそうなので、だったらもうね、はいはいっていう感じでね、聞くだけ聞いて、もうそれ以降はね、あなたが相手する必要はないとは思います。そういう人よりは、しっかりね、あなた自身のことがちょっと見えてこないけど、でも仲良くしたいし、親しみを持ってるし、できれば、もっとね、関係性を続けていきたい、深めていきたいと思う人に対して時間を割いた方がいいとは思います。では最終結果ですね。ソードのクイーンの正位置です。関係の解消ができます。よかったです。もう、ここでね、あなた自身が全然ね、離れるっていう風にしたらいいですよっていう風に伝えましたけれども、離れたらしっかり解消はできるっていうことですね。さよならっていう風にしちゃいましょう。そう自分自身の良くない関係っていうのはね、もう、できるだけ縁を切れるものなら切った方がいいっていうことですね。
そういう風になっていくっていうことで、これもね、いいところ、いい部分かなと思いますね。で、その中で、迷いなく意志を貫けるっていうことですね。いろいろと、ご自分自身、目標とかね、やりたいこととか、日々のね、生活とかね、そういった部分で、自分のね、意志を貫くってね、本当に大変なこと。だってね、環境だとか、周囲の人の言葉とか、とにかくいろんなものがね、関わってくるからね、人間の生活っていうのはね。だから、その中でちゃんと自分の意志を貫いて動いていけるようになるっていうことは、とても喜ばしいことだと思いますね。それだけあなたに自由な時間ができていくのかなっていう感じがします。で、そういったあなたの意思っていうのはね、周囲の賛同も得られるっていうことなので、協力もしてもらえるでしょうし、しっかりとあなたの、後押しをね、してくれる人っていうのがね、増えていくっていう感じがしますね。そういったところで、周囲の人がどう思っているかっていうと、あなたのことを博識な人だなと思っているっていうことでね、これまでのね、いろんな経験値っていうのがあると思うので、そういった部分で、知ってることたくさんあるなっていうふうに思っている方がいらっしゃるっていうことですね。博識っていうのはね、勉強ができるとかそういうものだけじゃないんですよね。いろんなその人生経験を送っていった上で、あなたが得ているものっていうね、経験値だとか、そういったね、スキルだとか、そういったところも、博識っていう部分にね、繋がってくるんですよね。この人は何でも知ってるなって、参考になるなっていうふうにね、思ってもらえるっていうこと。で、これはね、同じような感じにはなるんですが、強い意志を感じられる人っていうことで、そう、あなたの意志がね、しっかり周りにもね、伝わってるっていうことで、だから協力したいなって思ってくれる人が出てきてるんだろうなっていう感じですね。どんどんね、前向きな感じになっていってるので、そう、ここからね、どんどんと始まっていくっていう感じがしますね。最終結果とはいえですね、これはあくまでこの中の最終結果なので、これで終わりっていうわけじゃないんですよね。これからまた新たな人生っていうのは続いていくので、そう、ここからもっともっとね、始まっていく、良い方向に動いていけるっていう風になっていくと思います。では助言ですね。こちらが、ソードのエースの逆位置ですね。これまでの努力を活かしてくださいということでね。もう、これはね、あなた自身しっかりと努力をしてこられてる、頑張っておられるっていうところがあるので、その今までの努力っていうのが経験値になるし、知識になっているし、そういうところでちゃんと実力を発揮できるので、それを活かして動いていきましょう。自信を持ってね、動いていけば大丈夫っていうことです。では、オラクルカードですね。こちらが木ですね。それらに行きましょうということですね。これはね、ちょっと英語なので、いろんなね、解釈の仕方があるんですけれども、今回はね、こんな風にね、自分の中で読めたなと思ったので、これからね、あなた自身が、木がね、これ燃えてるんですよね。だからこれまでのその、辛かった経験とか、そういったところから離れていって、ここからね、始まっていくんだっていうね、燃えている木。これは、木はね、燃えているってことは、すすになってなくなっていくっていうことですよね。その場所からは離れていって、やはりね、悲しみとか辛さとかね、そういった部分も抱える時期もあるとは思うんですよね。これはあなた自身のその経験のね、辛かったことを、そういった部分を表してるのかなと思うので、そういったところでね、時にね、こうやってへたり込んで落ち込んじゃったこともあったと思うんですが、ここからね、また別のところに行きましょう。あなたを待ってる道がありますよと、明るい道に進めるようになっていきますよっていう風にね、解釈してもらうといいと思います。では、ルノルマンですね。こちらが山です。あなた自身に対して、これが本当の気持ちが見えてこないとか、そういう部分を周囲の人が持ってますよってお伝えしたと思うんですが、ルノルマンでもね、そういう部分があるのかな。同じような感じで出てますね。壁を感じているが近づきたいなと思っているということで、そう。あなたがね、もうちょっとね、話してあげるといいのかもしれないですね。ちょっとした一言が
その周りの人たちの気持ちを和らげるというか、なんだ、この人にもっとね、近づいていっていいんだ。親しみを持っていいんだっていう風にね、思ってもらえると思うので、なかなかね、とはいえ、自分から話しかけるのって勇気はいるんだけれども、伝えたいことは伝えるっていう風にね、動いてもらうといいかなと思います。受け身がね、どうしてもね、痛いっていう、受け身で痛いっていう場合もあるかもしれないんだけど、時にね、自分から攻めていきましょう。ちょっと勇気を出してみましょうね。で、あなた自身ね、今まで足踏み状態だったり、障害もあったりしたと思うんですよね。妨げるようなものがあったとは思うんですが、ただ、その分ね、成果も大きいっていうことで、しっかりとあなたに返ってくるものがたくさんありますよっていうことですね。向上心を持って進んでいきましょう。そう、これまでのね、努力っていうのもしっかり活かして頑張るぞっていうふうにね、思ってもらえればなと思います。そうですね。あなた自身に対する印象はやはり全体的には、周囲の人たちっていうのは、ちょっとね、近づきたいんだけど、あなたの気持ちだとか、そういった部分が見えてこない。どういうふうに話しかけていったらいいのかなっていうふうに思ってるので、そうだな。だからちょっと近づきにくいなって思ってらっしゃるんだと思うので、少しね、気持ち的に気持ちでいいので、気持ちでいいので、柔らかい感じでね、接してあげるといいのかなと思いますね。待ってると、どうしても周りの人たちが気遅れしてる部分があるのかなと思うので、あなた自身もね、周囲の人の気持ちだとかそういったところが気になって仕方ないって時期があるので、お互い様っていう部分はあるんですけどね。できれば周囲の人にもね、いろいろ話してほしいなとは思うんですが、まずちょっとあなたから心を開いてみてね、それによって、この人はこういう話もできるんだなっていう風にね、思ってもらえると思いますので、ちょっとでいいのでね、勇気を出してもらえればなと思います。それではですね、こちらよろしければ参考にされて動いてみてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の周囲からの印象ですが、こちらですね、あなた自身すごくね、魅力的に思われているっていうところがあるんですけれども、ただ、あなたの状況によってね、いろいろ印象っていうのがね、どうしても変わるっていうのがあるので、あなた自身のその余裕がないとき、お忙しいときには、あなたが全然ね、周りのことを見えてないんじゃないかなっていうふうにね、不満に思う人もいるっていうことで、そういったところがどういった部分になるのかとかですね、1枚ずつお話しさせていただきます。では、過去ですね、ペンタクルの4の正位置です。失敗をしないように慎重に行動を起こしていた状況っていうことで、まずね、あなた自身がものすごくね、手堅く慎重に動いておられたっていうことでね、これはね、いいことだとは思います。冒険がなかったっていう面で言えば、もしかしたらね、物足りなかったとかそういう部分もあったかもしれないですけれども、でもね、まずはリスクがないようにとかですね、デメリットをできるだけ減らすとかね、そういったところを大事にするっていうのはね、一つの過ごし方としてね、合ってるとは思いますので、そういうふうにね、自分でいろいろと考えながら動かれていたっていうことなんだと思いますね。失敗を恐れて動かないっていうこともね、時には大事ですからね。失敗の方がちょっと怖いなって思う時はありますもんね。どうしてもね、失敗なんか何回もしてもいいやっていう風にね、思う時もあるかもしれないけれども、あなたはね、そのあたりがちょっと人より慎重というか、しっかりと堅実に動かれていたっていうことなんだと思います。それでは現在ですね、カップの2の正位置です。周りとのつながりが大切だと思える時ですね。ということは、周囲の人たちに対する信頼感とか、そういった部分も、あなた自身も大きく持ってらっしゃるのかなと思いますね。周囲の人の協力が必要不可欠だなっていうふうに思われてるのかな。それによって、周囲の人たちもね、もちろんあなたのことを
信頼してるっていう部分が大きく出ておりますし、親しみや魅力を感じているっていうことなので、だいぶあなたに対して好感を持ってらっしゃるっていうことですね。これだけでもね、周囲に恵まれてるっていうだけでも、結構ね、動きやすさって違うと思うんですよね。自分が困った時とかにもね、助けてもらいやすいですし、何よりね、あなたのことが好きだから、しっかりといろいろと協力してあげたいなっていう風にね、思ってくれる人がいるっていうのは、それだけでありがたいことですよね。では、あなたのその中での状況なんですけれども、皇帝の逆位置ですね。今あなた自身は目標を見失いさまよっているところがあるっていうことで、そういったところがあるので、どうしても自分にはね、これが無理だっていうふうにね、思っているっていうことですね。迷う時もどうしてもありますよね。どうしたらいいんだろうってね、これまでのね、いろいろとやってきたことで、自分自身がいろいろと目標があったのかもしれないんですが、それが一旦ね、行方不明になってしまったというか、自分自身の目標って何なんだろうって改めて考える時期に来ているのかなっていう思いますね。でも、この現在っていうのが、先ほど出たように、とにかく周囲の人とのね、絆がかなり強い時期なので、であれば、あなたが困ってる時にね、しっかり人から助けてもらえるっていうことでもあるので、助けてもらえるところはしっかり助けてもらうのでいいんじゃないかなと思いますね。もちろんね、無理にね、あなた自身が目標をね、今すぐ見つける必要もないし、それをもうちょっとしてからね、待つっていうのでもいいと思うんですよね。まずは、周りの人たち、今いるあなたのそばにいる人たちとの関係を大事にして、日々を過ごしてもらうっていうのでも全然いいと思いますし、今はね、その人間関係っていうところに重きを置いていいと思いますね。その中で自分がどうしてもね、それでも何かやらなきゃいけないっていう風にね、思われるのであれば、お悩みとかをね、相談してみるのも一つの手かなと思います。では未来ですね。こちらがソードのナイトの逆位置です。生活が忙しくなったり、目的に向かえない事情ができるっていうことなので、未来はね、忙しいことは間違いないっていうことですね。やることがいろいろとあるんでしょうね。時期的なもので何かあなたに一気にのしかかるものがあるのかもしれないですね。それをさばいてるうちにもう一日が終わっちゃうみたいなところがあるとは思うんですけれども、そういう慌ただしい時っていうところなので、どうしてもね、人のことを見てる暇がないですよね。自分のことで手一杯なので、でも周囲の人は、どうしてもこれまでのね、あなたに対する好感とかそういう好きだな、信頼できるなっていう気持ちがあるからだと思うんですけれども、欲というかね、あなたとこれからもずっと仲良くしたいなとかね、関係を築いていきたいなと思ってるからこそだと思うんですけれども、あなたがあなた自身のことしか見えてないんじゃないかっていう風に不安に思っちゃうっていう人もいる。不安だったり不満だったりね。そういうふうに思っちゃう人もいるっていうことなので、これはね、あなた自身が忙しいんですっていうふうに言ってもらうのがいいのかなと思います。もう手一杯で、もう自分一人でも手が足りないぐらいですみたいなね。そういうふうに言ってもらうのでもいいし、全力でね、人に助けを借りるっていうのでもいいと思いますね。助けを借りることは別に何ら悪いことじゃないですからね。できるだけ頼ってしまうと、その人に対してどう思われるかわからないっていうのがあるのかなとは思うんですけれども、別にね、そういうふうに思う必要はないと思います。人はね、持ちつ持たれつっていうところがある。あなたが助けてもらったように、あの人を助けていけばいいので、そういうふうに考えてもらって、忙しい、大変だって時はね、自分の現状を伝えてもらってから、助けてもらえるんであれば助けてほしいなっていう風にね、伝えてもらったらと思います。じゃあ実際周囲の人っていうのはどういった人がいるのか、ワンドのクイーンの聖地です。元気を分けてくれる人、悩み事を打ち明けられる人っていうことで、
まさにね、未来のあなたが困っているであろうっていう時に手を差し伸べてくれる人がいます。大丈夫。もう、しっかり頼ってしまいましょう。それでね、あなたが手一杯すぎて、いろんなものが見えなくなっちゃって、で、周囲の人がね、あ、この人はもう自分たちのところまでね、見てくれないんだなとかね、交流してくれないんだなっていう風にね、思われてね、残念がられちゃうよりは、こうやってね、悩みとかをね、打ち明けられる人っていうのがいるので、そういう人にね、もう頼ってしまいましょう。で、しっかりね、元気なパワーも分けてもらえそうなので、そう、こういったね、元気を分けてくれる人って大事ですよね。自分がすごく落ち込んできた時、もう疲れ切ってね、フラフラになってる時にね、元気をくれる人って大事ですよね。そういう人がちゃんとね、周囲にいてくれるっていうことなので、その人とね、しっかり関係性をこのまま築いてもらって、あなたの力がね、出ないなって思う時にね、アンパンマンさんがね、よくお腹が空いて力が出ないっていう動物さんとかにパンを分け与えてくれますけれども、そういう感じですよね。一かけらでもね、パワーを分けてもらったら、全然ね、力が違うんですよね。自分一人だけだと、どうしてもね、しおしおになっちゃうところでも、誰かが分けてくれると、ちょっとね、元気が湧いてくるから、それによって動きやすさとかも変わるから、そういう風にね、周囲の人とうまいことね、関係築きながら、いろんなね、ものを分け与えてもらったらいいと思いますね。では最終結果ですね。こちらが、ペンタクルの6の正位置です。自分にふさわしいものを手にすることができます。ちゃんとね、あなたの頑張りだとか、今までやってきたこと、それにふさわしいものを得ることができます。そうで、周りの人からも援助がちゃんとあって、協力があって、正当なものを受け取ることができるっていうことでね、始終ね、あなたの周りにはいい人がね、いらっしゃるっていうことなんだと思いますね。あなたのことをね、大事に思ってくれる人っていうのが近くにいらっしゃるから、そういった人たちの力をね、常に借りながら、あなたが得られるものを得ていくっていう感じになっていくのかなと思いますね。で、そういったところで、周囲の人がどう思っているかっていうと、あなたがすごく優しいなって思っているし、で、公平な人っていうことでね、誰に対しても分け隔てなくね、接してくれるっていうことなんだと思います。そういった部分ね、あなたのことをね、素敵だなと思って評価してくれてるようなので、これからもね、変わらずにいてほしいですね。あなたのその姿をね、見ていて、好きだなって思ってくれる人がたくさんいらっしゃるようなので、そういった自分のね、良いところっていうのは大事にしていってください。では助言ですね。こちらがワンドの7の正位置です。自分を信じることが大事ですね。有利な状況を過信しないことが必要ですということで、まず自分を信じること、これはね、大事ですよね。自分を信じるって、実はね、結構大変なことなんですけどね。自分を信じても、ついうっかりね、やってしまうことだってあるし、ミスだってあるし、でも、ちゃんとこれまでの培ってきた経験だとか、そういったものが発揮できる部分っていうのはあると思うし、これまでに嘘、偽りはないと、自分のこれまでの経験値っていうのはね、ちゃんと自分を助けてくれると思いますので、自分を信じるというか、自分のやってきたことを信じるっていう風にね、してもらうといいのかなと思いますね。で、もう一つのね、助言っていうのが、すごくね、いい運気っていうのがどんどんね、あるっていうところはあるんですけれども、でも今、いい感じだなって思った時に、そういった時こそね、ちょっと気を引き締めてもらうことも必要なのかなっていう感じですね。私もね、結構うっかりが多いタイプなので、そのこと言えないんですけれども、やった、これで大丈夫だって思ったことが、実はよく見たら、できてなかったっていうこともあったりするのでね、うまくいったなって思った時こそね、いや、ちょっと一旦確認しようみたいな感じでね、自分自身で一旦ちょっと待ってみようかっていう感じでね、してもらうといいかなと思いますね。自分を信じることと有利な状況を過信しないことっていうのはね、
別に相反することではないと思います。自分のこれまでの経験だとか、自分自身を信じることは大事だし、でも、これからうまいことどんどん行くっていう時に、あれちょっとなんか嫌な予感がするなって予感がする時とかもあると思うんですよね。これなんかうまくいきすぎてないかなって思う時があると思うので、そういう時に一旦ちょっと落ち着いてもらって、それでなんか見落としてないかっていう風にね、思ってもらう。というところも大事ですよっていうことです。では、オラクルカードですね。こちらが東大です。自分の価値を疑わないでください。これはね、助言に近しいものではありますね。自分を信じること、自分の価値を信じること、あなたはね、ものすごく周囲の人からね、慕われてるし、本当に魅力的に見られているっていうことなので、あなたのその自分自身の価値っていうのはね、自分なんかに価値はないなんて思う必要はないんですよ。ちゃんとあなたのことを大事にしてくれる人もいるし、何よりね、あなた自身が自分を大事にするっていうことが必要だと思いますので、そういったところをね、意識してもらえればと思います。そしてルノルマンカードですね。太陽です。望み通りの結果を間もなく手にする。これはね、最終結果のところにリンクしてるかなと思いますね。まさにね、あなた自身が頑張ってきたこと、やってきたことにふさわしく、望み通りの良い結果っていうのがね、ちゃんと出てくる。その中で、はっきり言った方が良い結果になるっていうところもありますので、これが、あなた自身がすごく忙しいなって思う時がありますよって未来のところでお伝えしましたが、そういう部分で、自分すごく大変です。忙しいですっていう風にね、はっきり言ってもらう。それによって、じゃあこれは自分がやるよっていう感じでね、分担作業をしてくれる人もいるかもしれないし、いろいろとメンタルケアだとかね、そういう部分も担ってくれる人もいるかもしれないし、自分が言いたいことっていうか、大変な時はしっかりね、伝えてもらえれば、いい結果につながりやすいですよっていうことですね。で、その中で何事も自信を持って取り組みましょうということでね、自信を持つ。自分自身に自信を持つ。それであなたが動くことで、もっともっとより良いね、明るい結果っていうのがね、道筋っていうのが見えてきますよっていう風にね、思っていただければと思います。そうですね。とにかくあなた自身が慕われてるので、人間関係においてはね、問題はなさそうですね。周囲のところに出てきた人も、すごくあなたにとって、プラスのね、影響を与えてくれる人だったので、そういった人たちに助けられながら、日々を過ごしていってほしいなと思います。あなた自身が遠慮するところもあるかもしれないけど、本当に大変な時、自分が忙しくてどうにもならない時、そういった時に周囲の人たちが置いてけぼり感を食らってしまうというか、そういうところがあるので、だったらもうしっかりね、自分がすごく現状として大変ですよっていうことを伝えてもらえれば、それがね、伝わるっていうことなので、よろしければですね、こちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。